北朝鮮って実は韓国人には興味のない存在なんです。ミサイル、将軍様、拉致問題、この話題、むしろ日本の方の方が詳しいんです。同じ民族、同じ言語、しかも9010の国なのになぜ韓国人は北朝鮮がどうでもよくなったのか、この動画ではどれだけ興味がないのか、興味がなくなった理由、日本人の方が詳しいのかを分かりやすく解説します。これを知ると世界の見え方が変わります。一つ目、どれほど興味がないのかの話です。韓国で北朝鮮の話、ほぼしません。マジでです。僕が韓国の友達とカフェであっても、焼肉食べても、お酒飲んでも、北朝鮮の木の文字も出ません。ゼロです。もちろん、僕が小学生の頃は違いました。教科書にはいつか統一できるだろう、同じ民族だって、ちょっと理想論の青春ドラマチックなものがあったんですね。でも今、その話題、どこ行ったってレベルで消えました。確かに韓国には兵役があります。北朝鮮があるから1年半ぐらい持っていかれるんですね。だから敵という認識は持っている。でもそれ日常会話に持ち込まないんですね。ただ1年半の時間を潰されてめんどくさい存在になってしまうんです。つまり今の韓国社会では北朝鮮は意識すれば存在するけど普段は見ない背景画像みたいなものです。興味がないというより生活からフェードアウトしているんですね。これがリアルです。二つ目、興味がなくなった理由、三つのことについて話します。そのうち一つ目、戦争誰も得しないということです。日本の皆さんならこう思うかもしれません。今、北朝鮮とあなたたち、戦争、また途中ですよね。めっちゃわかります。その感覚、日本にいると超リアルですよね。でも、韓国側の空気は、戦争という感覚すらなくなってるんですよ。韓国人の本音シンプルで、この戦争っていうのは絶対やらない方が得だと思うんですね。全員得だと思うんです。これもし戦争が起きたらどうなるか、ソウル、壊滅しますし、家族守れないんですよね。自分の住んでるアパート、マンションも紙くずになりますよね。貯金決めますよね。つまり自分の人生が一瞬でリセットされるんですよ。これ笑えない話なんです。2、30年間も韓国の競争社会で頑張ってきたのに、一気でそれが潰されるってもう最悪じゃないですか。統一、さらにですね、お金かかりすぎですよね。インフラ、医療、教育、食料、全部韓国側が面倒見てあげないといけないっていう形になってしまったんですよ。同じ民族にこういった言葉を使っている時点でとても残念なことなんですけれども、やらない方が楽っていう、冷静すぎる結論になりやすいんです。これおそらくね、北朝鮮側も同じですよね。北朝鮮政府のことです。戦争したら、一般市民も命を落とすんですけども、その幹部たちも命落とすんじゃないですか。何よりも金正恩さんとその政治家たちが持ってるお金、権力、服、全部吹き飛びますよね。そんな賭博みたいなことをやるわけないんですよね。韓国も北朝鮮もやってそんなんですよ。で、最近アメリカ大統領が南米の大統領を拉致してアメリカの裁判に立てたんじゃないですか。だから北朝鮮だってアメリカとか韓国下手に刺激したらキム・ジョンウンさんも拉致されて、例えばアメリカの裁判に持ち込まれる可能性としてはあるわけで、下手にお互い刺激しなくなったんですね。だからもう起きたらお互いも最悪なわけなんです。で、興味なくなった理由2つなんですけども、そもそも接点がゼロなんです。皆さん、同じ民族だから家族とか知り合いとかちょっとだけは血繋がってるんじゃないの？もちろん自然な疑問なんですけれども、完全と言っていいほど断線しています。2、30年前とかは、北におじいちゃんが残っている、いつか会いたい家族がいるっていう方々がいました。北朝鮮観光も一時期動いていて、人としての接点がギリギリ残っていたんですね。でも今、そもそも北朝鮮に家族いる人がほぼいなくて、さらに決定だが、韓国人は北朝鮮の人と会うことができません。これは海外に行っても会ってはいけません。連絡を取ってもいけません。これ連絡取ったら国家保安法っていうのがあって懲役です。だから海外行っても北朝鮮の人に出会うことはできないんですね。さらに情報面も地獄で、北朝鮮はもちろん海外のサイト接続できないんですけども、韓国からも北朝鮮の公式サイト、YouTube、SNS アクセスできません。だから北朝鮮の人が何食べてどう笑ってどう暮らしているのか知る手段がないんですね。その結果もう会えないし見えないし話せない相手に感情が持ち続けられなくなって、北朝鮮は敵なのか隣人なのかどういう存在なのっていう感覚になるんですね。だから話題から自然消滅したわけであります。そして最後、興味がなくなった理由3つ目ですが、それどころじゃないってことですよ。要するに今日生きるのに必死なのに北朝鮮のことを考えてどうしようっていう冷静な話があります。日本の皆さんなら国が分断されたままって民族的に本当に悲しいことなんじゃないの？めちゃくちゃ正論です。でも韓国の若者の現実、そういった正論を考える余裕がないと思うんです。
うんですよ。理由シンプルで、もう毎日がサバイバルなわけですね。日本も大変なんだと思うんですけども、韓国人の大半さをちょっと紹介してみますね。家を買わないといけない。なのにソウルのマンション1億円平気で超えます。車、結婚、子供、全部将来の話になっちゃうんです。就職すら重いんですよ。数字もエグくて、韓国の出生率 0.8。これ世界最低レベルなんです。子供を産みたくないという、ものもあるんですけれども、経済的に産めないっていう人もかなりおられるわけなんです。考える余力がないんですね。韓国政治を見れば、左と右が殴り合って、韓国の大統領、20人のうち任期終わって逮捕された方が4人なんです。で、安心して未来を描ける土台っていうのが結構不安定、就職も大変で、財閥系企業入れたら初任給で1000万円が入るんですね。だから、みんなそういった財閥系企業入りたくて、みんな頑張ってるんですけれども、枠が決まってますから、TOEIC、資格、インターン、ボランティアも全部積み上げて、それで落ちたらまた就活続けるってなるんですね。そんな状況で北朝鮮どう思うって聞かれても、いや、それどころなのかなってなってしまうっていうのが、現実的な考え方となります。で、最後これ意外なんですが、日本の方が知ってるって話をします。日本の皆さん、こう思うかもしれないです。北朝鮮がそんなに近かったら、韓国の教科書とか学ぶんじゃないの？それ自然なんですけれども、逆な場合もあります。これ恐ろしい話を今日します。日本はですね、朝鮮戦争の当事国ではないんですね。いわば第三国の出来事なんですね。なのに北朝鮮のミサイルが日本に飛んでくる可能性ありますよね。それ怖いじゃないですか。だからニュース見るし、ミサイル撃ったらそれが緊急になってしまうわけですね。皆さん、ミサイルの名前の中でデポドンっていうミサイルがあります。これ皆さん知ってますか？僕知らなかったです。日本に来て初めて知りました。でも、日本人の周りにデポドンって言ったら普通に知ってるんですよ。北朝鮮のミサイルね、みたいな顔をされるんですね。さらに不思議なのが、日本人は北朝鮮に行けたりもするんです。行けた時期確かありました。韓国人が北朝鮮の地位踏んだら、もうバンなんですよ。この世から。これ他で言うと情報もそうで、韓国さっき北朝鮮のサイト動画見れないって話したんじゃないですか。でも日本に見れば、北朝鮮のウェブサイト入れるんですね。北朝鮮の情報っていうのはどんどん入ってくるんですね。さらに怖いこと、これまで言ったらちょっとね、日本で怖いんですけれども、日本には朝鮮総連という団体があります。これは日本における北朝鮮の窓口的な団体なんですね。そこには日本国籍持ってますが、韓国の国籍持ってますが、非公式的に北朝鮮の国籍を持っている場合もあります。これは北朝鮮に認めた、パスポート持っている方がいるんですよ。怖いですよね。僕もちょっと怖くて。だから同じ東京にいて、僕とか日本の皆さん、北朝鮮の、パスポートを持っている人とすれ違う可能性があるということです。でも僕がその北朝鮮国籍持っている人会いに行くこともできませんし、話したとしたら、今度先ほど言った国家保安法によって、捕まるかもしれないです。というちょっと怖い話があったんですけども、だから日本人は話せるし、見れるし、調べられるんですけども、韓国の一般の人は話せない、見れない、近づけないという不思議すぎる構図があります。だから日本の方の方が北朝鮮を知ってるようになるっていう逆転現象が、想像以上に起きてたりします。でこの動画ですね、作りながら僕自身も迷いました。北朝鮮とどんな温度で向き合えばいいのか、愛するべきか、怒るべきか、恐れるべきか、無関心でいいのか、特に日本という地では在日コリアンと呼ばれる方々がいます。その中では北朝鮮と関係がある方もおられます。もし僕がその方にやったらどんな顔で、どんな距離感で、どんな言葉を選べばいいのか、正直わかりません。でも一つだけはっきりしたことはあって、この歴史の悲劇って終わった瞬間に消えるんじゃないと思ってるんですね。時間という水があって少しずつ薄まっていくと思うんですね。怒りも恐怖も理想も徐々にフェードアウトするんですよね。だから韓国人も日本人も北朝鮮人も、それぞれの立場で毎日を必死に生きていると思うんです。僕はこの話を作りながらちょっと見えてきていて、皆さんもそういうのがもし見えたとしたら、それは示唆のある面白い動画だったんじゃないかなというふうに思いました。よかったら他の動画も見てください。僕はこれからも日本にいる一人の韓国人として、日本とか韓国、北朝鮮のこともこれから考えていきたいと思います。以上、パクンでした。アニョン。